俺のようなエリートを差し置いて、三流の人間に嫉妬をさせるなんて、もってのほかですよ。なんと言っても俺は、失敗しないんで。ははは、まさに適任だと思いますよ。東大卒の若手医師の守谷が偉そうに口を開いた。有名芸能人がうちの病院に極秘入院することとなり、執刀担当に外科部長である俺が選ばれたのだが、エリートである自分がふさわしいと、守谷が担当を横取りしてきたのだ。部長って言ったって、あんた、三流大卒の冴えないおじさんじゃないですか。あなたは俺の助手で十分ですよ。俺の見事な手術、特別に目の前で見せてやるよ。ニヤニヤしながら俺を見下ろす守谷。しかし、自信満々に迎えたオペ当日。どうすればいいんだ。今までは完璧だったし、順調だったのに。予想外の出来事が起こり、守谷は完全にパニックに陥っていた。先生、このままだと心停止になりますよ。だが、その声は届いていないのか、手が止まってしまっている。その姿に周りのスタッフも混乱し始めている。俺はふーっと息を吐くと覚悟を決めた。俺がやる。俺が処置を始めると、守谷は言葉をなくし、顔を真っ青にさせるのだった。俺の名前は中林洋介、40歳。念願の医者になってから無我夢中で仕事に邁進してきた。おかげでここ最近は女性とはすっかりご無沙汰となり、どこか寂しい今日この頃だ。俺は地方の田舎町で生まれ育ち、将来は両親がやっている農業を継いでいくものなのだと思っていた。だが大好きだった祖父が病に倒れ亡くなってしまった。葬式が終わり、一人で悲しみに浸りたくて裏庭に出ると、近所の話好きのおばさんが数人のおばさんたちと何やらひそひそと話し合っている。やっぱりここで治療は無理だったのよ。中林さん、ここを離れるのは嫌がってたものね。あの診療所じゃ限界があるでしょう。ちょっと我慢して、この先の大きい病院で治療を受けれたらね、こんなに早く。思わぬ形で祖父の死の原因を知らされ、俺は心臓が止まるぐらいの衝撃を覚えた。同時に俺の心ははっきり決まった。医者となって一人でも多くの人を救いたい、と。そうして必死に勉強し、俺の住む町から電車で3時間ほどのところにある三流大学の医学部に進学することができた。だが、三流大学とはいえ、医学部の勉強は俺にとってとてつもなく難しい。祖父の優しい顔を思い出し、日々の睡魔と戦いながらカリキュラムをこなしていった。臨床研修を経て医師免許を取れた時は心から叫びたくなるほど嬉しかった。でも、それは医者としてスタートラインに立っただけに過ぎない。最初は意気揚々としていたものの、早々に配属された病院では頭の良いエリートたちがわんさかとひしめき合っていた。この人たちと肩を並べていくには、並大抵以上に努力しなければ。そうして俺は貴重な休日でも時間を厭うことなく地道にオペの練習を重ねていった。そんな努力の日々が実り、今は大学病院の外科で外科部長をしている。うちの病院は難しい症例の患者も多いことで知られており、その分抱えている課題も多い。だが、この病院の院長の人柄の良さと医師としての確かな腕の高さが評判を呼び、俺は一緒に働ける喜びをかみしめつつ、やりがいのある仕事に全力投球する毎日を送っていた。そんなある日、病院に久しぶりに若い医師がやってくることになった。
なんと、あの東大の医学部を卒業したというエリート中のエリートなのだという。はじめまして、森谷です。よろしくお願いします。そう挨拶した森谷は自信に満ち溢れているという感じの若い医者だった。そんな森谷をちらっと見ながら院長はみんなに向けて、久しぶりに若い力が入ってくれました。これで医者の平均年齢がぐっと下がったなぁ。そう言うと、その場にいたみんなから笑い声が湧いた。だが森谷は俺たちを一別してニヤニヤしていた。なんとなくだが、俺は彼に対する印象がさほどよく感じられなかった。そして案の定、俺の直感は見事に当たった。森谷先生、そんな言い方は。いいんだよ。あれだけ強く言わないとわからないんだから。ナースセンターで森谷と看護師が軽い言い争いをしている。一体どうした？中林部長。すっかり困惑している看護師の表情が少し和らいだ。話を聞くと、森谷が担当している患者とちょっとしたいさかいを起こしたようだ。俺は思わずため息をつく。森谷は若手の間でも腕が良いと評判なのだが、自分の力を過信しているところがあり、患者に対して自分の考えや方針を強要する節があった。今回の患者さんは消化器系疾患で入院してきた人で、手術を受けるのが初めてということもあり、不安な気持ちを訴えてきたのだという。だが、森谷はそんな気持ちを跳ねつけるように、そんな弱気では病気に打ち勝てませんよ。私はこの通り優秀ですから、言う通りにすれば絶対大丈夫です。そう言って、無理やりことを進めようとしたのだ。当然、患者はますます不安な気持ちを募らせてくるだろう。だが森谷は、そんな心中など構うことなく、あなたの病気は切るしかないんですよ。あなた、病気を治したいんですよね。だったらさっさと手術を進めましょう。と、追い打ちをかけていくものだから、病院に対する不信感は増していく。森谷が患者とトラブルを起こすのは、これで4回目。いい加減自覚をしてもらわなければ。森谷くん、ちょっといいかな。名前を呼ばれ、一瞬睨みつけるような目つきが気になったものの、俺は上司として彼の一連の行動に苦言を呈した。だが、森谷は聞き入れるどころか、腕を前に組みながら自慢話と俺に対する嫌味を繰り出してきた。俺、東大を出ているエリートですし、そこいらのやつよりいい医者だと思ってるんで。まあ、要は、俺の言うことは間違いないってことですよ。少なくとも、あなたよりは秀でている自信はありますね。そうして彼は、勝ち誇ったような顔で、俺をまっすぐ見つめてきた。その根拠のない自信はどこから来るのか。そう思うと、俺はますます不安になった。君が優秀であることは誰もが認めているよ。だからこそ、患者を不安にさせるような言動や行動は慎んでほしい。俺は最大限尊重した上でこう言ったものの、もしそうならば、ぜひ部長という役職を私に譲っていただきたいぐらいですね。なんて言ったって、俺は部長よりも上に行くべき人間だから当然ですよね。だって。森谷は顔面ギリギリまで顔を近づけてきた。あなたは所詮三流大学なんでしょ？ありえないですよ、こんなこと。喉の奥から絞り出すような低音で囁かれ、首筋がぞくりとした。そういうわけで、森谷はますます調子づいていってしまい、看護師はもちろんのこと、自分よりレベルの低い大学出身の医師や
技師に対しての見下しは、日に日にエスカレートしていった。あなた、地方の大学の出身でしたよね。にもかかわらず、この俺に指図しようと、ずいぶん度胸があるんですね。お前。彼は、森谷よりもはるか年上の中堅医師であるにもかかわらず、このような物言いでは話にならない。握り拳を強く握りながら、会議室を後にする彼らを見るたびに、俺の中に苦々しい思いが立ち込めていく。また、患者に対しても、今まで以上に威圧的な態度で接するようになっていき、苦情が連日のように押し寄せた。あの森谷っていう人からこんなこと言われたんですけど、どういうことですか？申し訳ありません。ねえ、担当の先生変えられない？あの森谷っていう先生、やたら偉そうな口を聞いてきて嫌なんだけど。申し訳ありません。他の先生たちは手一杯でして。そんな押し問答の末、転院していく患者が相次いだ。スタッフたちはもちろんのこと、連日のクレーム対応に事務員たちの疲れは限界に達しようとしていた。見かねた俺や年上の医師たちは、その度ごとに院長に相談するものの、頭の切れる森谷は院長からの追及をのらりくらりとかわすものだから、一向に態度を改めることはない。それどころか彼は、お前は俺のやり方に文句があるのか？モラハラで院長に訴えてやってもいいんだからな。と、俺たちを悪者呼ばわりするものだから、さらに立ちが悪い。そんな森谷だが、手術の腕はかなりのもので、今まで失敗をしたことがない。カンファレンスでも聞かされた手術計画は、決して突飛なものでもなく、患者への負担も限りなく少なくなるように組み立てられていた。オペ中の指示も的確で、まるでその時だけ人格が変わったみたいだ。院長をはじめ、彼の手術を間近に見ると、誰もがあっけに取られたような顔を浮かべていた。だから、あんなことが起こるなど、この時は誰もが想像していなかったのだ。芸能人？うちにですか？ああ、しかもかなり有名な人らしくてね。君も名前を聞いたら、度肝を抜くようなすごい人だ。院長からこんな話を聞かされたのは2日前のことだった。日本国民ならば誰もが知っているような有名俳優が、この度うちの病院に緊急入院することになった。当然このことは極秘中の極秘。一度たりとも外部に知られてはならない重要案件だ。幸いにも症状は軽く、手術をすれば治るものなのだが、だからといってミスは許されない。こうして、けんけんがくがくのカンファレンスの末、今回は実績のある俺が担当することに決まった。中林くんを誰よりも信頼しているからこそだ。よろしく頼むよ。はい、謹んでお受けいたします。院長からそう言われ、俺は誇らしい気持ち半分、失敗してはならないというプレッシャーで、今までになく体が震えた。誰もが納得したといった表情を浮かべている中、森谷がいきなり立ち上がった。ぜひ、自分にやらせてください。その目は、今までにないほどの自信に満ちている。俺のようなエリートを差し置いて、三流の人間に嫉妬させるなんて、もってのほかですよ。なんと言っても俺は、失敗しないんで。ははは、まさに適任だと思いますよ。まるで、某医療ドラマのセリフになぞらえ、胸を張った。今、病院も経営が厳しいと聞きましたからね。ここで俺は実績を上げ、一気に森谷瑞希という名前を轟かせることができれば、病院も安泰間違いなしですよ。まるで実演販売士のように、せわしく手振りを交え、
必死に自己 PR を繰り返している。みんなはすっかり呆れていたが、院長が口を開く。もちろん、森谷くんの腕が確かなことは私も認めているよ。だがね、今回ばかりはベテランの中林先生に任せるのが一番いいと思ってね。もう確定事項なんだ。だが、森谷は諦めることなく食い下がってきた。そうですか。なるほど。よくわかりました。ここは若手にチャンスを与えようともせず、豊島の先生ばかりをエコひいきする最低な病院なんですね。お前、院長にそんな言い方。俺が森谷を咎めようとすると、院長は、わかった。と、森谷の意見を受け入れた。そこまで言うなら、森谷くん、君が執刀するといい。ありがとうございます。絶対成功させて、この病院の名を広めてみせますよ。森谷は大きくガッツポーズをした。ただし、条件がある。助手に中林くんをつけるように。この三流を？まあいいですけど。中林部長、俺の見事な手術、目の前で見せてあげますよ。俺をニヤニヤと見つめる森谷。こうなったら仕方ない。ああ、わかった。では俺は森谷くんの助手として最大限のサポートさせていただきます。まあ、サポートだけでなく、私の技を勉強してもらっても構わないですからね。随分と上から目線の発言に、その場のみんなは唖然とするしかなかった。そんな中、手術当日を迎えた。今回の手術はそれほど難しいものではないものの、入念な準備は必要だ。患者のカルテをよく読み込み、森谷の手術計画を何度も確認しながら、その時を待った。だが、執刀担当の本人は、至ってのんびりとした様子で、オペの流れは、ここにすべて入っているから。と、自分のこめかみを指さし、鼻歌を歌いながら、ファッション雑誌を読む始末。なあ、森谷くん。なんでしょう。俺から話しかけられても、森谷は雑誌から目を離そうとしない。君は随分と余裕に構えているようだが、いかなる時であっても油断は禁物だぞ。こういう時こそ何があるかわからないからな。わかってますよ。俺のことを誰だと思ってるんですか？森谷は読んでいた雑誌を放り投げ、デスクに長い足をドンと乗せた。俺ぐらいのレベルならね、この程度の手術くらいちょちょいのちょいですよ。まあ部長といえども、三流大学出身の人には難しいオペなのかもしれませんが。そう言って高笑いをしている。手術を舐めるな。俺はそう言い捨てると、オペの準備に向かった。森谷先生、お願いします。オペの準備が滞りなく進められ、森谷が手術室に入ってきた。手術着に身をまとった俺もすでにスタンバイしていた。それでは手術を始めます。よろしくお願いしますと、皆が一礼し、メスという森谷の声に合わせるかのように、看護師たちがテキパキとサポートをしていく。流れるような執刀技術はさすがとしか言いようがなかった。直前までの余裕しゃくしゃくの様子からは考えられないほどの変わりように、傍らにいた俺はすっかり感心してしまった。経過は順調に進んでいき、あとは処置を残すのみとなった。だが突然、患者の容体を測るバイタルから、けたたましいアラーム音が鳴り響いた。先生、バイタルが下がってます。なんだって？機械を見ると、患者の血圧が一気に下がっているではないか。
おそらく執刀中に何らかの傷が生じ、そこから出血した可能性が高い。そんな、俺に限ってそんなことなど。だが、今は一刻の猶予も許されない状況だ。俺は助手の立場を忘れて叫ぶ。守谷君、早く処置を行うんだ。落ち着いて、まずは出血の部位を特定するんだ。わかってますよ。焦りからなのか、彼の額から大量の汗が流れ落ちている。汗！看護師がひたすら彼の額を拭っているものの、汗はなかなか止まらない。どうすればいいんだ。今までは完璧だったし、順調だったのに。焦りのあまり、守谷は完全にパニックに陥っていた。先生、このままだと心停止になりますよ。だがその声は届いていないのか、手が止まってしまっている。その姿に周りのスタッフも混乱し始めている。このままではまずい。俺はふーっと息を吐くと覚悟を決めた。俺がやる。そう言って俺は守谷がいたポジションに分け入り、急いで原因を探る。処置しかけた患部を丁寧に開いていくと、案の定出血のひどい箇所が見えてきた。俺は看護師に指示を出し、器具を用いながら丁寧に処置を施していく。すると、アラートの音は止まり、心拍も徐々に安定を取り戻していった。ひとまず命の危機は回避された。スタッフたちは一様に深いため息をつき、安心したように見受けられた。こうして、俺は最後の最後まで油断することなく、残った処置もすべてこなし、手術は無事成功したのだった。半ば放心状態だった守谷は、俺の手さばきを見るなり絶句していた。すごい。お疲れ様。いやー、どうなることかとハラハラしたが、よく頑張ってくれた。手術が終わり、二人して休憩室で休んでいたところへ、院長が声をかけてきた。それにしても守谷。今回はたまたまですよ。スタッフたちが私の指示をちゃんと理解してくれなかったからだ。まったく、あいつらは何をしているんだか。そう言って自分のミスをごまかそうとしているが、院長の目は鋭く光った。何を言っているんだ。いつも柔らかい雰囲気の院長が突然大きな声を出した。彼らはいつもよくやってくれている。よくそんなことをぬけぬけと言えるな、守谷。ずり落ちたメガネを中指で押し上げ、おもむろに言葉を続けた。確かに君は今まで失敗をしてこなかった。だが、そのことにおごりがあったんじゃないか。人の命をあまりにも軽んじすぎている。温厚な平から出てくる厳しい言葉の数々に、さすがの守谷も血の気を引いたような表情を浮かべた。我々は人の命をお預かりしているんだよ。人一人の命はとても尊い。それは医学知識を学んでいく上で、片時も忘れてはいけないことなんだ。はい。完全にうなだれている守谷に対し、俺は声をかけた。守谷くん。彼は何も言わず顔を上げた。君が誰よりも優秀であることは言うまでもない。だがね、それにあぐらをかいているだけではダメだよ。いいかい？医療というのはこうしている間にも着々と進歩を遂げている。我々は常に勉強をしながら患者の命に向き合っていかないといけないんだよ。そうして俺は咳払いをしてから続けた。私は君とは違って器用ではない。数知れない失敗だってたくさんしてきたんだ。だから人一倍努力するしかなかった。もちろん努力が報われないことだって数えきれないほどあった。だけどそれでも人は
努力しないことには向上していくことはできない。今まで俺の話に何かと反発してきた守屋だったが、今は珍しいくらいおとなしい。すると彼はぽつりぽつりと胸の内を語り出したのだ。俺は全然優秀なんかじゃないですよ。え？俺も院長もどういうことかと顔を見合わせた。東大の医学部ってものすごくレベルが高いんです。俺も蹴落とされないように必死でついていくことしかできなかった。周りの同級生は課題でものすごく評価されているし、サークル活動だって。守谷は今にも泣き出しそうだ。親からもせっつかれているんですよ。東大の同級生は次々と出世していくっていう話だし、学会で名前を見ると日に日に焦る気持ちばかりが出てきちゃって。だけど空回りするばかりで全然ダメだし。だからここではなんとか結果を出さないとって、そればかりしか考えられませんでした。だったら君のやり方は間違っている。周りを威圧することでしか結果を出せないのか？そうではないだろう。君が今やるべきことは、その素晴らしい腕を磨いていくことなんじゃないのか？守谷がおえつし始める。すると院長が俺の肩を叩きながら言う。中林部長は本当にすごい人だよ。これほど努力という言葉を体よく表した人間を私は後にも先にも見たことがないよ。これこそ天才と呼ばれるゆえんなんだろうね。彼は努力の天才だ。天才と呼ばれ、俺はなんだかこそばゆい気持ちになった。部長。守谷はそうつぶやくや否や、体を深く折り曲げながらこう言った。俺が間違っていました。今まで馬鹿にすることばかり言ってきて、本当にすみませんでした。本当は分かっていたんです。部長の技術は本物だって。でも、認めたくなかったんです。認めたら、今までの俺が否定される気がして、俺は何のために今まで頑張ってきたんだって。守谷くん、君は大丈夫だ。ただ、頑張る方向が間違っていただけだ。これからは正しい努力をしていけばいい。俺がそう言い、彼の肩に手を置くと、守谷は涙ながらに続けた。部長のオペを間近で見させてもらい、そのレベルの高さに自分がいかに小さな世界で生きがっていたのか思い知りました。もしできるのなら、あなたのそばで勉強させてください。お願いします。そう言って、再び頭を下げたのだ。傲慢で上から目線の守谷だったとは思えないほどの変わりようだ。もちろんだよ。だが私の指導は厳しいからな。今までのように偉そうな口を叩いたら容赦しないぞ。もちろんです。中林くんが言ったように、これからが君の正念場となるところだ。今日のことをしっかり胸に刻んで、以後医者としてふさわしい振る舞いをするように。はい。守谷は決意を込めてうなずいた。あの一件が相当答えたのか、守谷の人格はがらりと変わり、周りのスタッフにも心配りをするようになった。あまりの変貌ぶりに、最初は何か裏があるのではと疑っていた人間もちらほらいたようだが、気がつくと自然と談笑することも増えていき、あのピリピリしていた気まずい空気があったことが思い出せないほどだ。そうして担当患者に対しても以前のように自分の考えを強要することなく、一人一人寄り添った対応を心がけるようにしたことで、病院へのクレームも目に見えて減っていった。次にこちらの患者ですが、恒例のカンファレスにて次々と手術予定の患者のデータが映し出されていく。
森谷がよどみない口調で患者の情報と症例を読み上げていき、いつものように術例と執刀を担当する医師が指名されていく。当然、担当の中林部長にお願いしたいのですが、いかがでしょうか。森谷に問われ、俺は言葉に詰まった。何か不都合なことでも？いや、オペをしたい気持ちは山々なんだけどね。ちょっと今忙しくて、そこまで手が回るかどうか。確かに、今部長は人気者ですもんね。他の若手医師から半ばからかうように言われたことで、若干空気が和んだ。今日もこれから行かないといけないんでね。そういうわけだから。俺は森谷の前まで歩み寄り。森谷くんに頼みたい。君の腕であれば大丈夫だ。そう言って、俺は彼の肩に手を置いた。はい、責任を持って執刀させていただきます。その目は間違いなく一人前の医師としての輝きに満ちていた。例の有名俳優が手術の成功を自身の SNS にアップすると病院が特定された。そのおかげで病院を頼る患者が後を絶たず、特に外科部長の俺にオペをしてもらいたいと俺を指名してくる患者が増えた。森谷が有名人の手術を成功すると病院の名が轟くと言っていた意味を実感している。人は何か大きなことを成し遂げるとそれにすがりたくなるものだ。その気持ちはわかるし、大きなことを成し遂げることは立派なことだ。だが、それにすがり続けることに一体何の意味があるのだろう。それは心の弱さに他ならない。俺たちがやらなければならないことは、昨日の自分に負けないこと。過去は過去でしかないのだ。俺が部長と呼ばれるようになって随分と年月が経ったが、それでも新人やエリート関係なく、常に知識や腕を磨き続け、医師として一人の人間として信頼される人間であらねばならないと思っている。これからも同じ志を持った森谷や若手スタッフと共に一人でも多くの命を救っていきたい。最近帰りが遅いんじゃないか？浮気でもしてんのか？夫が出世できないと分かったらすぐ次に行くってのか？裏切り者、恥を知れ。いつからだろう、彼から思いやりのない言葉をぶつけられるようになったのは、私の心は暗く深い井戸の底で凍えていた。私の名前は豊田美穂。某大手銀行に勤めていて、夫の聡とは職場恋愛で2年前に結婚した。私が中学生の頃、母親が不倫をして家を出て行った。父と母は離婚し、ママっ子だった私は母親に捨てられたと感じ、それ以来家族というものにあまりいい印象を持てず、父子家庭で育った。そんな私は結婚願望がなかった。今まで付き合ったとしても、心のどこかではいつか別れるんだろうなと思いながら交際していたので、これからもこのまま一人で生きていくのだろうと思っていた。だけどそんな私の心を解きほぐしてくれたのが夫である聡だった。8歳年上の聡はエリートで銀行の出世街道を行っていて、部下からの信頼も厚く、どの同期よりも出世が早く、次期社長候補とまで言われていた。シュッとした見た目でスタイルが良く、仕事は完璧だけど、とても気さくなところが全女性従業員の憧れだった。そんな彼と付き合うことになって、私のような小娘が相手なのはふさわしくないのではないかと、周りに対して最初は申し訳なく思ったほどだった。君の一本芯の通った性格は父親譲りかい？俺には父との記憶があまりないけど、君のような性格だったら部下としてもパートナーとしても信頼できるな。俺たちきっと気が合うよ。
そう言って先に声をかけてきてくれたのが今の夫であるサトシだった。サトシは幼い頃に父親を亡くしていて、境遇が似ている私たちはだんだん惹かれ始めた。少しでも釣り合いが取れるように、私は仕事を頑張った。周りの目を気にする性格なので夢中で仕事をしていたら、頑張りが功を奏して係長にもなることができた。自分の実力以上を出せた気がして、ただただサトシの魅力に圧倒された。美穂は結婚願望がないと言うけど、俺は結婚するなら美穂がいいと思っているよ。だから美穂がその気になるまで気長に待つよ。そう言われ続けて2年。いつの間にか私は結婚という言葉を意識するようになっていた。不思議な気持ちだったが、ふわふわと温かく、いい気持ちだったことを覚えている。サトシの父親は早くに他界していたので、母親が女手一つでサトシを育て上げた。サトシはいい大学を首席で卒業し、母親の自慢の息子だった。義母と一緒に食事をするとサトシの自慢話をよく聞かされていた。私が盲腸で寝込んでいた時にね、いちいち起き上がって電気をつけたり消したりするのが大変だろうからって、紐を長くして寝たままできるようにしてくれたの。優しいでしょ。エピソードのチョイスが独特だったけど、洋の雰囲気をまとった義母は私の知っている母親のイメージを変えてくれた。私に対しても優しくて、サトシと同じように愛情を注いでくれる。私にとっても大切な存在になった。片親の辛い幼少期を過ごした私たちは、子供を作るということに前向きになれなかったので、夫婦で話し合い子供は作らないということに決めた。私、中学の時に親の離婚があったせいで、いつか別れてしまうんじゃないかって恐怖心があって、周りにどう言われるか気になっちゃうけど、やっぱり子供は育てられない。育てられる自信がない。世間では結婚したら子供を産んで、子供ができたらマイホームを買って、子供は2人がいいかなんてのが一般常識みたいになってるけど、俺は美穂が幸せでいてくれることが一番だから、子供なんか正直どっちでもいいよ。お互い仕事も忙しいしさ、やっぱり働くの好きだろ。仕事と子育ての両立は俺も難しいと考えてる。それだったら多分俺の方が先に死ぬだろうから、美穂が一人でも大丈夫なように財産を残そう。必ず冗談を付け加えるところはたまにうざいなと思うけど、私のことを尊重してくれて、考えを共有することができる。そんな生い立ちも私と少し似ている頼りがいのある年上のサトシに、この人とだったら一生添い遂げられると心の底から思った。ある日、サトシは仕事でちょっとしたトラブルを起こし、それを理由にされ関連子会社に出向することになった。この出向は、サトシが優秀すぎるがゆえに意見の合わない上司からの嫌がらせだと思えた。めったなことではひるまないサトシだったけど、今回の出向は相当の衝撃だったようで意気消沈していた。私は彼に自信を持ってもらいたかった。心配することないよ。サトシは今までだって何度も困難を乗り越えてきたでしょ。大丈夫。私がついてる。勇気づけてくれてありがとう。でも正直今回の件はちょっと答えだな。もう40歳だし、このタイミングだとほぼ左遷だよ。何度も校内表彰を受賞していた優秀なサトシだったけど、憧れの部署に異動後、その部署の上司と意見が合わず、よく衝突しているとは聞いていた。今回のトラブルの件でコテンパンにされたらしく、40歳になった今ということも重なって、もう若くないと軽い鬱になり、しばらく心療内科に通うことになった。それからはあっという間にやつれてしまい、あんなにはつらつとしていたサトシは見る影もなくなっていった。鬱になったことで出向先でもなかなか思うような仕事ができず、
サトシは完全に出世街道から外れ、やりがいのない仕事に荒れ気味になっていった。出向して3ヶ月もすると、サトシは飲んで帰る日が多くなり、ストレスをアルコールで解消するようになった。そして私が仕事で遅く帰ってくる時には嫌味を言ったりしてくるようになった。帰りが遅いのは仕事のできないやつだぞ。残業って仕事やった気になるからタチが悪いよな。出向しただけでこんなにも人が変わってしまうのかと、仕事一筋だった彼を不憫に思った。最初は私が冷静でいなければと努めていたが、サトシの言葉はどんどん強くなっていった。最近帰りが遅いんじゃないか。浮気でもしてんのか。夫が出世できないと分かったらすぐ次に行くってのか。裏切り者、恥を知れ。ちょっと言い過ぎじゃない？やってもいないことで責められても困るわ。口喧嘩も多くなり、私も精神的に疲れてきてしまったとき、このままでは2人ともダメになってしまうと思い、父親に相談してみることにした。父と母が離婚したとき、多感な時期だった私は、それから他人をあまり信用できないようになっていった。自分がなるべく傷つかないように同級生とも距離を取るようになり、気がつけば友達がいなかった。裏切られるのが嫌だから最初から作らない。当然といえば当然の結果だ。そんな私を不憫に思い、父は私のやりたいことをやりたいようにやらせてくれた。反抗期には誠実に真正面からぶつかってくれ、今では私にとって父は何でも話せる存在で、大事なことを相談できる唯一の存在だった。サトシ君も頑張ってるんだろう。美穂に辛く当たるのはきっと不安だからだ。夫婦だから何でも夫婦で解決しなければダメだと思うけど、だけど美穂だけが我慢することではないから、辛かったらいつでも帰っておいで。美穂が一人で抱えることじゃない。まずはその前によく話し合うことだよ。話し合えばきっと解決できるはずだ。父の言葉に涙が止まらなかった。私は誰かに聞いて欲しかっただけだったのだとその時気づいた。今まで誰にも相談できずにいたのは、サトシが会社を出向したことを親に心配をかけないようにと義母に黙っていたからだ。話し合えばきっとまた元通りの状態に戻れる。そう思って私はサトシととことん話をしようとした。けれどサトシから返ってきた言葉は私の期待とは裏腹に厳しいものだった。話？何を話すんだ？お前と話して元の職場に戻れるのかよ。戻れるんだったら話してやるよ。何が気に食わないのか、彼は話をしようにも全く取り合ってくれず、口を開けば喧嘩越しに言葉をまくし立てるようになっていった。今はまだ虫の居所が悪いのだろう。もう少し落ち着くまで今は我慢だと自分に言い聞かせ、話し合いの機会を伺っていた。しかし、それからまたしばらくすると、今までは自分たちの稼ぎは別々に管理して、自分が欲しいものは自分の稼ぎで買っていたのだが、収入が減ったにもかかわらずサトシの金遣いはヒートアップしていき、しまいには私に金をせびるようになった。最初のうちは何に使うのかと聞くと、パチンコだというので、消費者金融などで金を借りるくらいだったらと思い、1、2万くらいならしょうがないと思って渡してしまった。だけどそれから回を重ねるごとに金額が上がっていった。数十万単位になった時には、後で返すからと何に使うのかも教えてくれなくなっていた。ある日、何気なく SNS を見ていると、大学時代に仲の良かった後輩の写真にサトシが写っているのを発見した。彼女は見込んで、最近居酒屋で久しぶりに会った人と意気投合して、それからはよく飲みに行ったりしていていい感じなんです。彼ったら
たくさんブランド物をプレゼントしてくれるんですよ。と自慢げに話をしていたのを思い出した。私はまさか後輩のいい人ってサトシと思い、後輩の SNS を遡ってみた。後輩の SNS にはサトシが買ってあげたであろうブランドの品々が自慢げにアップされていた。私はサトシの財布をこっそり確認すると、有名ブランド店のレシートが続々と出てきた。サトシは私の後輩と浮気していた。めまいがした。最近うまくいってなかったのは認める。仕事がうまくいかずそのストレスがあったのもわかってる。けど不倫をするような人ではないはずだ。私にとって最も信頼していた人に裏切られた。どんなに辛いことも二人だったら乗り越えていけると思っていたのに、もう無理だ。私の心はぐしゃぐしゃになった。何も信じられない。今までの言葉も行動もどこまでが本心なのかわからない。私の人生で最も重大な決断、それが結婚だった。私が知っているサトシが違う人間だったような喪失感だった。何も考えたくない。もうこのまま消えてなくなりたいと本当に思った。翌日、サトシは話す間もなく仕事の出張と言って旅行へ行った。私は後輩の SNS をチェックし、サトシが後輩と一緒に旅行へ行っていると確信した。もう離婚しよう。サトシのことが信じられないし、私の心は限界だった。私は一刻も早くこの場から立ち去りたいと思い、実家に帰る支度を始めた。するとサトシから電話がかかってきた。お前から借りたカードが使えないから限度額を上げたいんだ。できるだろと言われた。借りた？私はサトシにカードを貸した覚えがなかったので、急いでバッグの中を確認した。私のカードはきちんとあった。私はしっかりとした口調でこう言った。できるわよ。でもそれ私のカードじゃないの。だから名義人に直接頼んでみたら？私はカードの名義は誰のものか確認したかサトシに聞いた。あ？何言ってんだ？お前のバッグから借りたんだぞ。お前のじゃなきゃ誰のだって言うんだ。動揺し始めたサトシが確認すると、一気に血の気が引いたのが電話越しからでも分かった。カードはサトシの母親のものだった。どういうことだとわけが分からず驚くサトシに私は言ってやった。私、お母さんに話したの。サトシの仕事のこと。それから鬱になり、酒に溺れて暴言を吐くようになったことや、金遣いがどんどん悪くなっていったこともね、と明かした。サトシが金の無心をするようになったとき、もう黙っていることはできないと思った私はサトシの母にそのことを報告した。サトシの母はショックを受けたようだったが、私の話を疑わずに最後まで聞いてくれ、出向で給料が下がっても浪費を続けていることを心配して、義母のクレカを私にこっそり渡してくれたのだ。サトシのせいで嫌な思いさせちゃってごめんね。支えてくれてありがとう。サトシ自身恥ずかしいことだと思ってるから、私に内緒にしてるんだと思う。私が知ったことが分かったら、美穂さんにまた辛く当たるかもしれないから、これからまだ続くようだったら、これ使ってね。そう言って義母が渡してくれたカードを、私は財布に入れていたのだった。サトシの金遣いが荒くなったり、暴言を言ったりすることは我慢できた。サトシもそれ相応の心の傷を負ったと思ったから。気持ちが落ち着きさえすればやり直せると信じていた。だけど不倫までされていたらもう終わりだ。サトシが不倫してることもお母さんに言うから。もう離婚しよう。不倫のことを義母に伝えること、離婚してほしいということを告げると、サトシは今までの態度とは打って変わって言い訳にもならない言葉を並べた。違うんだ。これは騙されてきてる旅行なんだ。二人っきりじゃなくて、他にも同行者がいるし、
カードだって自分のを紛失したから、旅行中だけちょっと借りようと思って。とりあえずすぐに帰るから話をしよう。な。情けなく取り乱すサトシに私は完全に呆れ果ててしまった。この後に及んでまだ嘘を言っている。なぜ自分の保身に走るのか、責任を他人に押し付けるのか。私の気持ちをこれっぽっちも考えていない。私がどれだけ傷ついたか理解しようとしていない。怒りを通り越して感じるのは虚しさだった。思いつく言葉は一つしかなかったので一言だけ言ってやった。さようなら。結局サトシの不倫は母親にバレ、サトシは母親にこっぴどく叱られた。私は実家に帰り、父にサトシの不倫について報告して離婚しようと思っていることを伝えた。意外なことに父は怒りもしなければ悲しみもせず。夫婦のことだ。自分で決めたのなら離婚すればいい。俺も離婚したから気持ちはわかる。とだけ言った。少し拍子抜けだったけど、少し落ち着いた気持ちにもなった。また一人になった。それだけのことだと思った。しかし実家に帰って3日後、突然義母が話がしたいと一人でやってきた。離婚について相談させてもらったが、義母からはとにかく申し訳ないという言葉と、初めてのお願いをされた。美穂さんの気持ちはよくわかる。サトシのやったことは許されることじゃない。でもこのまま離婚しちゃったら、美穂さんだけ損したみたいになっちゃうでしょ。サトシには償わせないと。私もこのまま離婚になっちゃったら後悔することになるから、私も含めて償わせてちょうだい。とりあえず1ヶ月。で、そこまで大丈夫だったらもう1ヶ月。そんな感じで月間で判断してくれて構わないから。ね、戻ってきてあげて。お願い。と、なんだかよくわからない理屈で説得され、そんな必死な義母の顔に免じて離婚は思いとどまる形になった。一人になったと思っていたけれど、私はどうしてもこの義母を邪険に扱うことができない。そう思った。この人は裏切らないと感じたからだ。サトシのことは一旦置いておいて、大事なつながりができていたことは事実だった。家族になるということは、こういうことなのかもしれないと、家族の無償の愛に触れた気がした。サトシは後輩に振られ、仕事帰りに飲みに行くことがなくなった。今では仕事が忙しい私を家事でサポートしてくれるようになった。もともと仕事ができる人間だったので、心を入れ替えたサトシは出向先でも部下や同僚から慕われる存在になり、成果を出し始めた。これからはマネジメントの経験を積んで幹部候補を目指すよと言って、以前のはつらつとした雰囲気を出すようになった。私が愛した人は確かにこんな人だったと感じられるようになってきている。不倫のことはまだ許したわけじゃないし、これからも一生忘れないだろうけど、この人と一生添い遂げようと思って結婚したのも私だから、サトシをまた信じられるようになれることを私自身が願っている。板長、店はまだ畳まないでください。俺がこの店を辞めますから。俺がそう言うと、板長も周りにいた先輩たちも目を丸くした。俺の勤める和食料理店は、ここ数ヶ月のうちに客足が一気に減ってしまった。板長が店を畳むと言い出すのも時間の問題だと思っていた。だけど、この伝統ある料理店は畳んでほしくない。だから俺は自分が辞めるという決断を下した。そうすれば、客足が遠のく原因が取り除けるからだ。そんな風にして料理店を辞めた俺だったが、なんと、すぐに再就職先が決まった。
花のような笑顔が美しいおかみが経営する旅館で、再び料理人として、私もいつか美味しい料理を作る人と結婚したいなって思ってるの。アシタくんみたいな。そう言って、彼女は潤んだ目で俺を見つめてきて、俺の名前は馬野アシタ。有名な日本料亭、寺門で働いている。ここの料理人は、おじいちゃんと呼んでもおかしくない年齢の人たちばかりで、若いのは俺一人。そのせいか、みんな俺のことを孫のように可愛がってくれ、料理の技をいろいろと教えてくれる。特に、板町の寺門さんは、俺につきっきりで教えてくれることが多い。いいんですか？俺にこんなにつきっきりで、こういうのって背中で見て覚えろっていうものじゃないんですか？あまりに親切なので、一度、板町にそう尋ねたことがある。すると板町は、シワだらけの顔を破顔させた。背中で見て覚えろなんて、何年かかると思ってんだ？それよりも、直接教えた方が早くていいだろう。この店はな、自分がいいと思ったことは必ずやるのがモットーだ。季節の飾り付けをしてお客さんが喜ぶのがいいと思えばやる。アレルギーに配慮した料理を作った方がいいと思えばやる。だからお前もいいと思うことがあれば俺たちに遠慮せずにやりなさい。板長の言葉をしっかりと胸に刻むようにして俺はうなずいたものだ。そんな充実した日々を過ごしていたある日のこと、道路を挟んだ斜め向かいの土地にペッシュシャトーというカジュアルフレンチの店ができた。東京の都心に本店があり、新しくできたのは2号店らしい。外装もメニューも若い客層を意識したものだった。うちとは料理のジャンルも客のターゲット層も違う。心配はいらんだろう。それが板長の判断だった。実際、ペッシュシャトーにいくら行列ができても、うちの客が減ることはなかった。うちは中高年層がターゲットで、特別な日に特別な人と来るようなお店だから。それは当然だろう。だから何も気にせず、俺は料理の腕を上げることに注力していた。一月経つと、物珍しさがなくなったからか、ペッシュシャトーの前に連日できていた行列はなくなっていた。スタッフも忙しさが落ち着いて、一息ついている頃だろうなと思いながら、斜め向かいの店を眺めていると、お客さんが入ってきた。俺と同い年ぐらいの男性が一人だったから、珍しいなとは思ったけど、すぐに料理に集中することにした。馬野、お前が作ったこの煮付け、すごくいい味になってるじゃないか。成長したな。お客さんに料理を出す前に、板長にそう褒められた。照れくさくなって頭をかく。そんな俺たちの様子を、常連さんたちが微笑ましそうに見ていた。厨房はお客さんにも見えるようになっているから、こんなやりとりも知られてしまうのだ。さっき入ってきた若い男のお客さんが、目を丸くしてこちらを眺めていた。目が合うと、不意とそらされる。今度、メインの料理も任せてみるか。本当ですか？板長の言葉に、俺はがぜんやる気を燃え上がらせた。が、俺が寺門でメインの料理を作ることはなかった。板長にそんな言葉をかけてもらってから一月も経たないうちに、うちの店から客足が遠のいてしまったからだ。最初に起きた事件は、俺が褒められてから数日後のことだった。おい、この料理、髪の毛が入っているぞ。作ったのは誰だ？一人でやってきた中年の男性客が示した料理は、俺が作ったものだった。が、俺は眉を潜める。俺たち料理人は、衛生のために髪を短く切っている。それに、髪をすべて覆うようにして、帽子をかぶっているから、髪の毛が料理に混入するなんてありえないのだ。お客様、失礼ですが、本当にそれは料理に入っていたものですか？はあ？貴様、客に歯向かうのか？お客様は神様という言葉を知らんのか？これだから若いもんは。客の言葉にムッとした俺は言い返そうと口を開いた。が、
そんな俺の頭を板長が押さえつけて、無理やりに頭を下げさせられる。申し訳ありません。すぐに新しいものをお持ちします。最初からそうすればいいんだよ。こんな立派な料亭に、どうしてこんな失礼な若造が働いているんだか。わざとらしく肩をすくめる客に腹が立ったものの、板長に引っ張られるようにして厨房に戻されてしまった。板長、あれ絶対嘘ですよ。どうしてそうきっぱり言ってやらないんですか。客に聞こえないように、小声で詰め寄った俺に、板長はかぶりを振る。ああいう手合いの客は時々現れる。穏便に帰ってもらうのが得策なんだ。まだ向かっ腹は収まらなかったものの、俺なんかよりも何倍もの経験を積んできた板長が言うのだからと自分を納得させた。だが、その日を境に変な客が頻繁にうちに来るようになった。他の客にちょっかいをかけたり、俺たちにイチャモンをつけたり、無茶な要求をしたり、さらにネットの掲示板やレビューにも悪評が書かれるようになった。悪評の大半は俺への悪口だったから、思わずスマホを放り投げてしまった。そのせいで、新規のお客さんはもちろん、古参の常連さんまでもが、店に来ることを躊躇するようになってしまった。今まで毎日賑わっていたのに、今じゃ、閑古鳥が鳴いていない日を数えた方が早い。再び流行り出したらしい斜め向かいの店を恨めしく思いながら、眺めていると、ドアの開く音が聞こえた。やってきたのは一人の女性だった。華やかな花柄の黄色いワンピースがよく似合う美しい人で、思わずドキリと胸が高鳴る。席に案内し、注文を聞いて厨房に戻る。久しぶりのお客さんと会って、厨房でぼんやりしていた先輩たちががぜん張り切り出した。板長は不在だった。副菜に使うほうれん草を湯がきながら女性客を見ると、彼女は不思議そうな顔で店の中を見回している。女性客に料理をすべて提供し、手持ち無沙汰になった俺たちのところへ、板長が帰ってきた。その厳しい顔つきに嫌な予感がした。店を畳もうと思う。悔しそうに歯を食いしばりながら、板長が従業員の前に立ってそう告げた。ここ数日、板長がそんなことを考えているような雰囲気は察していたので、驚くことはなかった。けど、実際に言われると、やはりショックだった。心臓がバクバクと音を立て始め、頭が熱くなる。伝統あるこの店が、こんな幕引きで終わるだなんて。それは嫌だった。俺は拳を握りしめ、板長の前に立つ。板長、店はまだ、畳まないでください。俺が、この店を辞めますから。俺がそう言うと、板長も、周りにいた先輩たちも目を丸くした。悪評のほとんどが、俺に対するものですから。俺が辞めれば解決するでしょう。それに俺はまだ若いから、働き口なんていくらでもあります。客足が減り出してからずっと考えていたことなんです。今まで言い出せなかったのは、俺がこの店を辞めたくなかったから。でも、畳むとなれば話は違います。お願いします、板長。俺の大好きなこの店の伝統を守ってください。頭を下げた俺に、板長の短足が落ちてきた。俺とて、悪評の大半は、お前にあることには気づいていた。だが、あんな悪評は嘘っぱちだ。お前は将来が期待できる。腕のいい料理人だ。だからお前には、ずっと働き続けて欲しかったのだが、すまない。最後の謝罪の言葉で、板長が俺の案を飲んでくれたのを理解した。寂しさが募り、思わず涙が溢れそうになった。が、それをこらえて笑顔を作り、顔を上げた。いいえ、今までお世話になりました。ありがとうございました。元気よくそう返事をすると、その場にいた全員がうつむいてしまった。お通夜みたいな空気に耐えられず、俺はトイレに向かった。すると、女性トイレの中からうめくような声が聞こえてくる。女性客が一人来ていたことをこの時に思い出した。大丈夫ですか？ドアをノックして
そう声をかけるが返事はなく、うめき声が聞こえてくるばかりだった。一刻を争う状態かもしれない。そう思った俺はドアを開けた。すると、手洗い場にやはりさっきの女性客がいた。彼女は口を手で押さえて、ボロボロと涙を流している。俺が入ってきたのを知るや否や、驚いたように目を丸くした。最悪を想定していた俺は、彼女に意識がちゃんとあることに安堵する。具合でも悪いのですか？救急車呼びますか？あ、いえ、違います。大丈夫です。女性は両手を横に振った。私が具合を悪くしたって思って心配してくれたんですよね。ごめんなさい。そんなことは全然ないんです。このお店に来るのもこれが最後だと思ったら悲しくなっちゃって。最後って何かあったんですか？思わず尋ねると、女性は再び涙を溢れさせた。このお店は亡くなった両親が大好きで、人生の節目の時によく食べに来てました。両親の結婚記念日とか、私の入学祝いとか、今日は節目でも何でもないんですけど、自分を元気づけようと思って来たんです。そしたら、お客さん全然いないし、どうしたんだろうって思ってたら、お店を畳むって聞こえてきて、厨房での話を、この女性は聞いてしまっていたらしい。彼女の存在を忘れていた俺たちのミスだ。すみません。お客様の前であんな話をしてしまって。けど、この店は畳まないことになりました。え？目を見開いた女性を見て、最後までは聞いていなかったんだなと思う。そうなんですか？よかった。でも私ったら勘違いしちゃって、従業員さんにも迷惑かけて、恥ずかしい。すみません。女性は赤くなった顔を下に向けた。その仕草が可愛く思えて、頬が緩んでしまいそうになるのを抑えるのに必死になる。いえ、このお店を畳むと聞いて、そこまで涙してくれる方がいらっしゃることに感動しました。俺も辞める甲斐があります。え？あなた、辞めちゃうんですか？しまった。うっかり口が滑ってしまった。内心で舌打ちしたが、ここまで話してしまったのなら、もう全部話してしまおうと開き直る。そうなんです。俺のせいで客足が減ってしまったので、俺がいなくなれば、きっと元に戻ります。だから、また食べに来ていただけると嬉しいです。ごまかすように笑顔を作ってそう言った後で、女性が俺を凝視していることに気がついた。彼女のキラキラと澄んだ瞳に、心臓が早金を打ち始める。本当に辞めるんですね。だったら、うちで働きませんか？え？きょとんとすると、女性がカバンの中から一枚の名刺を取り出した。そこには、井上旅館、女将、井上香音と印字されている。私、ここから電車で10分ほどのところにある温泉旅館で、女将をしてるんです。実は最近、長年働いてくれていた板前さんが、年だからって辞めてしまって、新しい人を雇ったんですけど、だんだん客足が減ってきていて、なので、あなたが来てくれると助かります。カノンさんは俺に向かって頭を下げた。でも、さっきも言いましたけど、この店の客が減ったのは俺のせいなんですよ。そんな人を雇うだなんて。いいえ、あなたは悪い人には見えません。私のことを心配して、こうやって駆けつけてくれましたし。真面目な顔できっぱりとそう言い切るカノンさんに、思わず頬に熱が集まる。それじゃあ、よろしくお願いします。俺は、馬のアシタです。アシタさんですね。こちらこそ、よろしくお願いします。顔に花を咲かせたカノンさんは、今までに見たどんな女性よりも輝いて見えた。翌日の朝早くから、俺は早速、井上旅館で働くことになった。1週間ぐらいお休みを取ってもよかったんですよ。大丈夫です。早く新しい職場に慣れたいですし、休んだら腕がなまっちゃいそうで。心配そうに休むことを勧めてくれたカノンさんに、俺は笑顔を見せた。すると、釣られたようにカノンさんも笑う。わかりました。じゃあ早速厨房にご案内しますね。カノンさんは
旅館の女将らしく、着物を身につけていた。大ぶりの椿が散らされた着物も、昨日見た花柄のワンピースと同じく、彼女によく似合っていた。綺麗すぎて眩しい。心臓がドキドキした。そんな彼女に案内されて、厨房へと到着する。そこには、和食コートを着て帽子をかぶり、スマホをいじる男が一人いた。失礼します。桃木さん、こちらが新しく入る馬のアシタさんです。アシタさん、こちらは渋沢桃木さん。お二人で協力してお料理作りをお願いします。わかりました。よろしくお願いします、渋沢さん。俺は挨拶をした。が、渋沢さんはスマホから目を離すことなく、よろしくお願いしますと、投げやりな返事をしただけだった。なんだこの人は、と少し苛立ったけど、最初からそんな調子ではいけないと抑える。では、宿泊されているお客様2組分の朝ごはんを7時に提供できるようお願いします。にっこり笑っていたカノンさんは厨房を後にした。渋沢さんは、それでもスマホをいじったままだ。7時まではあと1時間しかない。渋沢さん、何を作ればいいんでしょうか。尋ねると、渋沢さんはため息をついて、やっとスマホを手放した。手放したとは言っても、ポケットに入れただけなのだが、朝食はこれ。厨房の入り口付近に置かれていたノートをめくって、渋沢さんは俺に見せてくれた。作り方や手順、注意点が事細かに手書きで書かれている。カノンさんが言っていた、最近辞めてしまった料理人が残したのだろう。他のページをめくると、昼食や夕食のメニュー各種も書かれていた。僕がメインを作るから、君は副菜を。渋沢さんはそうそっけなく言うと、調理に取り掛かり始めた。俺もノートに書かれたレシピを見ながら副菜を作っていく。朝食は、そこまで多いものではないため、30分もすれば完成した。渋沢さんの料理も出来上がっていた。じゃあ配膳やって。そう言って、渋沢さんは再びスマホをいじり始めた。不満に思いつつも、黙って配膳をする。渋沢さんが作ったお刺身の昆布締めをお皿に盛ろうとして、ふと違和感を覚えた。昆布締めのはずなのに、昆布だしの香りがしない。漂ってくるのは、お酢の匂いだ。味見をすると、お酢の他に砂糖と塩、オリーブオイル、ブラックペッパーが使われているようだった。渋沢さん、これ昆布締めですよね。マリネになっていませんか？いいじゃないか。さっぱりしていて、朝食べるのにふさわしいだろう。悪びれもせず、かつスマホを見たまま、渋沢さんはそう答えた。でも、他の料理は和の味付けなんです。そんな中に一つだけ洋の味付けの料理があるのはおかしいでしょう。じゃあ他の料理の味付けを変えればいい。あと30分もないのに。無理ですよ。さすがに怒りが抑えきれず、剣のある声を渋沢さんにぶつけてしまった。しかし、渋沢さんは表情も態度も変えない。どこ吹く風だ。作り直している時間もないし、仕方なくこのまま提供した。が、やはりお客様からは不評だった。主菜と副菜の味付けがバラバラで美味しくなかった。宿泊していた二組ともそう言って帰った。その後ろ姿を見て、あの二組はもう二度と来てくれないなと予感する。すみません、カノンさん。アシタさんのせいじゃありませんよ。桃木さん、以前はフレンチのお店で働いてたんですって。だから、和食の作り方がわからないのかも。もしよかったら、アシタさんが教えてあげてくれませんか？あのふてぶてしい態度の渋沢さんに、と思ったが、上目遣いで手を合わせてくるカノンさんの頼みを断ることが、俺にはできなかった。今日は夕方に宿泊客が一組来る予定だ。6時に夕食を提供しなければならない。それまでに少しでも渋沢さんに和食の基礎を教えようと厨房に戻る。渋沢さんはやっぱりスマホを触っていた。渋沢さん、俺は以前和食の店で働いていました。なので勉強しましょう。和食の基礎を。彼はスマホの画面を見たまま眉を潜めた後、
それをズボンのポケットにしまうと、帽子を外した。今日は早退する。ちょっと。目を白黒させる俺をよそに、渋沢さんはさっさと厨房を出て行ってしまう。和食コートを脱いで、カバンを持ち、早足で去っていく彼を、あっけに取られて見送ることしかできなかった。一人厨房に取り残されて、今日の夕食を俺一人で作らなければいけないことに気づく。夕食は、メニューが多くて豪華なものだ。一人で作るならば、今から取り掛からないと間に合わない。前の人が残したレシピがあってよかったと思いながら、俺はまだお昼前だというのに、夕食作りを開始した。その後も、渋沢さんは早退したり、遅刻したりを繰り返した。カノンさんに聞くと、勤め始めてからずっとそんな感じらしい。なので必然、俺がすべての料理を担当することが多くなった。するとどうだろう。ご飯が美味しかったと言ってくれるお客様が増え始めた。ご飯のためにもう一度泊まりに来たなんて言ってくれるお客様もいる。評判が評判を呼び、井上旅館は客足が増えた。おかげで料理を作る俺は忙しい。嬉しいことなのだが、そうなっても相変わらず遅刻と早退を繰り返す渋沢さんには辟易している。アシタくんのおかげで前みたいにお客さんがいっぱい来てくれるようになったよ。本当にありがとう。夕食作りを終えて一段落ついていたところへ、カノンさんがわざわざ厨房まで足を運んでそう言ってくれた。彼女に笑顔で褒められるだけで、さっきまでの疲れがすべて吹っ飛ぶ。ふと、カノンさんがコンロ台の方に近づいた。そこには今日の夕食に提供した牛肉のしぐれ煮の残りが入った鍋がある。いい匂い。よかったら食べますか？いいの？カノンさんが期待に満ちた目を俺に向けたので、器にしぐれ煮をよそう。いただきますと、きちんと手を合わせた後、しぐれ煮を口に含んだ彼女は、驚いたように目を丸くした。そこから、ポロリと涙がこぼれたので、俺はぎょっとした。カノンさん？もしかして、お口に合いませんでしたか？宿泊客には評判だったのに、と焦っていると、カノンさんは涙を流したまま、首を横に振った。違うの。とっても美味しいよ。美味しくて、懐かしいお父さんの味。お父さんの味って、カノンさんのお父様って、もしかして料理人だったんですか？こくりとうなずいたカノンさんに、俺はレシピが書かれているノートを見せた。パラパラとページをめくった彼女が目を細くする。これ、ところどころ書き足してあるのは前の板前さんの字だけど、他はお父さんのだ。そうですか。これはカノンさんのお父様が作ったものなんですね。そのしぐれ煮は、このレシピを見て作ったんです。だから懐かしい味なんだ。でも本当にそっくり。すごいね、アシタくん。笑顔を向けられて、俺の顔に熱が集まる。そんな俺にカノンさんは気づいていないようで、手にしているノートをそっと撫でた。お父さんは、ここの板前になって、若女将だったお母さんと恋に落ちて、それで結婚したんだって。昔からその馴れ初め話が大好きで、私もいつか美味しい料理を作る人と結婚したいなって思ってるの。お父さんみたいな。アシタくんみたいな。そこまで言って、カノンさんはハッとした様子で目を見開いた。その顔が、みるみるうちに真っ赤に染まっていく。俺も、最後に自分の名前が出てきたことで、心臓が壊れそうなほど拍動していた。ごめん。変なこと言っちゃった。結婚云々は関係なく、アシタくんの料理が美味しいって意味でね。慌てた様子で言い繕うカノンさんに、胸が強く締め付けられていく。我慢できずに、俺は彼女の手を握った。びっくりした様子を見せるカノンさんだけど、手を振りほどこうとする様子はなかった。カノンさん、俺は、あなたが好きです。カノンさんが、俺と結婚したいって思えるようになるほど、料理の腕を上げてみせます。だから、見ていてください。赤面という言葉がぴったりになってしまったカノンさんは、俺を見上げて口をパクパクさせた。
もう十分、アシタくんの料理に胃袋をつかまれてます。恥ずかしそうにうつむいたカノンさんが可愛くて、俺は頬を緩ませて彼女を抱きしめた。晴れてカノンさんと相思相愛になれて、幸福の絶頂にいる俺だが、一つだけ問題があった。渋沢さんのことだ。今日も渋沢さんは遅刻をしてきた。そして、謝罪の一言もなく、厨房の隅でスマホをいじり始める。夕食の下ごしらえをしていた俺は、そんな彼に目をつり上げた。渋沢さん、せめて手伝うとかできないんですか？だって、僕が手伝っても文句を言うじゃないか、君は。それは、渋沢さんが勝手に料理をアレンジしようとするからでしょ？何度も言いますけど、ここは和食が売りなんです。フレンチのお店でしか働いてなかったから和食の作り方がわからないのはいいですけど、覚えようともしないのはいかがなものかと思います。渋沢さんは口をへの字に曲げて黙ってしまった。目は相変わらずスマホの画面から離れない。さすがに堪忍袋の尾が切れた。夕食を提供し、渋沢さんが帰った後、俺はカノンさんのところに向かう。カノンさん、渋沢さんはダメだ。何度注意しても遅刻も早退もやめないし、和食も覚えようとしない。あんな奴に給料を払うなんて、ドブにお金を捨ててるのと一緒だよ。そんなことないと思うけど。いいや、ある。カノンはお人よしすぎる。もし今度渋沢さんが無断で遅刻をしてきたら、その時は彼を解雇してくれ。これ以上厨房にいてもらっても正直迷惑なんだ。カノンは困った様子を見せながらも承諾してくれた。渋沢さんに次に無断で遅刻をすれば解雇だというメールを送った。さすがに解雇が目前に迫っていれば、彼の勤務態度も改善されるだろう。ところが、その期待は翌朝にもう打ち破られた。彼は遅刻してきたのだ。いつも通り連絡もしないで。昨日の俺のメール見たよな。次に無断で遅刻したらクビだって。せめて連絡を送るとかできなかったのか？そう怒ったが、渋沢さんはだんまりを決め込むだけだった。そんな彼をカノンのところへ連れて行った。今日も無断遅刻をしたことを告げると、彼女は眉を下げて渋沢さんを見た。ねえ、桃木さん、どうしていつも遅刻するの？何か訳があるんじゃないの？カノンに優しく声をかけてもらっているにもかかわらず、渋沢さんは口を閉ざしたままだ。俺は怒りを通り越して呆れ果ててしまった。カノン、約束だよ。彼を解雇して。わかった。桃木さん、それでいいですか？ああ、首にでも何でもすればいい。うつむいた渋沢さんの顔に影が落ちる。そのまま彼はきびすを返した。そんな彼を俺は追いかける。なあ、渋沢さん。あんたが働いていたフレンチのお店ってどこなんだ？前から気になっていたから最後に聞いておこうと思った。こんな最低な料理人を出す店から次に人が来たら追い払ってやろうと思ったのだ。俺の問いに渋沢さんはピタリと足を止めた。ペッシュシャトーだよ。お前が働いてた寺門の近くにあったカジュアルフレンチの店。なんで俺が寺門で働いていたことを。驚くのと同時に冷や汗が額を伝う。こちらを振り返った渋沢さんの表情はひどく暗かった。寺門の客足がどうして落ちたか知ってる？俺が嫌がらせしてたからだよ。変な客をそっちに送り込んだのも、あるはずもない悪評をネットに書き込んだのも俺。突然の渋沢さんの告白を聞いて腹の底から怒りが湧いた。思わず彼の胸ぐらをつかむ。渋沢さんは涼しい顔をしたままだった。なんでそんなことをしたんだ。おかげで寺門は店を畳む寸前まで行って、俺が辞める羽目になったんだぞ。いいじゃん。その後、カノンさんに拾ってもらって、こうやって大成功してるんだから。僕なんかとは大違い。拗ねたような態度を取る渋沢さんを殴ってやろうかと拳を固めた。が、
いいと思ったことはやれ、という寺門の板長の言葉が不意に脳裏によぎる。あの言葉はつまり、良くないことはやるべきじゃないということでもあるのではないだろうか。なんとか怒りを抑え込み、押し飛ばすようにして彼から手を離した。その後は何の会話も交わさず、渋沢さんは井上旅館を去った。怒りを持て余す結果になってしまったが、渋沢さんとはもう関わらない。彼のことを考えても無駄だと頭から追い払うことにした。井上旅館で働き始めて半年が経った。俺は相変わらず一人で厨房を切り盛りしている。料理人を募集はしているのだが、カノンのお眼鏡にかなう人がなかなかいないらしい。彼女は意外と料理の腕前に厳しいようだ。木枯らしが吹き始めた頃、俺は健康診断を受けるため病院に行った。そこで偶然、渋沢さんと遭遇する。車椅子に乗った老齢の女性と一緒だった。どうも、こんなところで出会うなんて、と驚きを隠せない俺に、渋沢さんは気まずそうに目をそらしながら、そのまま車椅子を押して立ち去ろうとした。ところが、老齢の女性が、桃木の知り合いと尋ねたので、渋沢さんは足を止めた。井上旅館で働いていた時の、それはぜひ挨拶をしないと。老齢の女性にせかされ、渋沢さんはしぶしぶといった様子で、俺のところに戻ってきた。はじめまして、渋沢四郎と申します。うちの孫が大変お世話になりました。ああ、おばあ様でしたか。これはどうも、馬野明日と言います。すみませんね。私の看病をしなくちゃいけないせいで、そちらを辞めることになってしまって、桃木が辞めた後はどう？新しい料理人の方は入ったの？料理が人気になって忙しいんでしょ？なんとなく話がおかしい。渋沢さんを見ると、彼は罰が悪そうにうつむいていた。ええ、そりゃもう、桃木さんがいなくなって大変ですよ。新しい料理人もなかなか見つからなくて、俺一人で切り盛りしている状態で。それは大変。そうだ、桃木。あなた戻りなさいよ。私はこの通り、もう大丈夫。ばあちゃん、そろそろ病室に戻らないと。シロさんの話を遮るように、渋沢さんが言うと、シロさんはそうだったわねとケロリとした様子で言った。そして、俺に会釈をした後、渋沢さんに押されて、入院している患者のいる棟に行ってしまう。健康診断を終えた俺は渋沢さんを探した。すると、待合室に彼はいた。どうやら俺を待っていたらしく、俺を見つけると軽く頭を下げる。病院近くのカフェに入って話をすることにした。さっきの話、どういうことだ？シロさんを看病しなきゃいけないからやめたって。シロさんに嘘ついてるのか？すると渋沢さんはいきなり頭を下げた。ばあちゃんには言わないでくれ。俺が遅刻や早退ばっかりしてたからクビになったってこと。何自分勝手なことを言ってんだ。そんな風に家族の前でカッコつけたっていずれはバレるぞ。カッコつけてるわけじゃないんだ。このことを知ったらばあちゃんは自分のせいで僕が仕事を辞めさせられたって思っちゃうから。歯を噛み締める渋沢さんの様子を見てはっと気づいたことがあった。もしかしてお前が遅刻や早退が多かったのはシロさんのためなのか？なあ、もういいだろ。ちゃんと俺が納得できるように説明してくれないか？おずおずとうなずいた後、渋沢さんは口を開いた。渋沢さんの両親は彼が小さい頃に亡くなった。両親は渋沢さんに莫大な遺産を残していた。そのせいで親戚の間で誰が渋沢さんを引き取るか揉めたらしい。そんな親戚たちを一括し、渋沢さんを引き取ったのがシロさんだった。金にしか目のないあんたたちに私の可愛い孫を任せられないわ。そんなこと言って、あんたも遺産目当てだろ？遺産なんかどうでもいいのよ。桃木、この人たちにあんたの遺産を分けてやってもいい？
渋沢さんが了承すると、シロさんは本当に遺産を親族に分け与えてしまった。そして、身一つになった桃木さんだけを引き取った。そんな、どこまでも自分の味方であるシロさんに、渋沢さんは恩を返したいと願った。けれど、渋沢さんは勉強も運動も苦手だった。これではいい会社に就職して、シロさんを楽させてあげられないと、悔しい思いをした。桃木が幸せな一生を送ることが、私への恩返しになるんだよ。だから、私のことなんか気にしないで、好きなことをやりなさい。そうだ、料理はどう？桃木の作る料理、とっても美味しいじゃない？シロさんの提案に、渋沢さんは道が開けたように感じた。料理のことなら頭に入ってきたから、必死に勉強して腕も磨き、フレンチ店のペッシュシャトー本店に採用された。しかしそこでは、雑用と下ごしらえばかりだった。最初の数年は我慢してやり続けたが、後から入ってきた料理人が数ヶ月も経たないうちに、調理を任されているのを見て我慢できなくなった。料理長、俺にも調理させてください。そう頭を下げると、ペッシュシャトーの料理長は思案するように顎をさすった。それなら、2号店の斜め向かいにある寺門に嫌がらせをしてこい。嫌がらせ？ああ、あそこにあんな繁盛する店があるせいで、2号店の売れ行きが悪い。評判を落として、客を2号店に向かわせるようにしてくれたら考えてやらんでもない。でも、寺門さんは日本料理店で、客層も中高齢者が多いですし、2号店の売れ行きが悪いのは、寺門さんのせいではないのでは。一生雑用でもいいなら、やらなくてもいいんだぞ。下びた笑いを浮かべる料理長に、渋沢さんは言葉をなくした。その足で、渋沢さんは寺門を訪れた。そこで、板長に味を褒められている俺を見た。自分と同じような年齢の俺が、調理を任されていることに、渋沢さんは嫉妬を燃え上がらせてしまった。ターゲットを俺に定めて、渋沢さんは寺門に嫌がらせを始めた。悪いのは自分じゃなくて、あの料理人なのだと自分に言い聞かせて。でもやっぱり、罪悪感は日増しに募っていった。そんな折に、シロさんが倒れた。渋沢さんは、ここぞとばかりにペッシュシャトーをやめた。シロさんが倒れたことで、渋沢さんは彼女の先が短いことを実感した。ばあちゃん、何かやりたいことはない？私は、桃木が幸せなら、それでいいのよ。ばあちゃんはそればっかり。もっとないの？食べたいものとかさ。そうね。昔、夫と、あなたのおじいちゃんのことね。彼と一緒に行った井上旅館の料理。あれがまた食べたいかな。遠くを見ながらぽつりというシロさんの願いを、渋沢さんは絶対に叶えようと決意した。けど、シロさんは入院中で、井上旅館に行くわけにはいかない。なので、味を覚えて自分が作ろうと思い立ち、井上旅館に就職した。ばあちゃん、俺、井上旅館で働くことになったよ。井上旅館に、すごいじゃない、桃木。ばあちゃんが食べたがってる井上旅館の味を勉強して再現してみせるから待っててね。そんなのはいいのよ、別に。あそこは本当にいい旅館だから頑張りなさい。シロさんにそう言われて渋沢さんは張り切った。が、井上旅館にいた料理長は渋沢さんが働き始めてすぐに辞めてしまった。レシピは残っていたが、和食のことは勉強したことがなかったため、読んでもちんぷんかんぷんだった。なので、自分が知ってるフレンチ流にアレンジしてごまかしていた。シロさんは入院してから日に日に弱っていき、病院から呼び出される回数も増えた。介護が必要な祖母がいることが知られれば、解雇されると思い、お上のカノンにも言い出せずに無断遅刻や早退を繰り返していた。そんな時に君が現れた。僕はすぐに君が寺門で働いていた。僕が嫌がらせのターゲットにしていたあの料理人だって分かった。それで君と働くのが気まずくて。
ばあちゃんの介護があるからっていうのを理由にして逃げ続けた。で、このざまだ。自重の笑みを浮かべた渋沢さんは再び俺に頭を下げた。本当に申し訳ないことをした。嫌がらせをしたことも、僕に和食の基礎を教えようとしていたのに、逃げたことも、本当にごめんなさい。うつむく彼から鼻をすする音が聞こえた。俺はテーブルに置かれたコーヒーを一口すする。渋沢さんに事情があったのは分かった。でも、嫌がらせも、無断遅刻も、職場でのあの態度も、やってはいけないことだ。それは分かってるよね。渋沢さんは何度もうなずいた。テーブルの上に涙の粒が数滴落ちる。分かった。このことはシロさんには黙っておく。ただし、一つ条件がある。渋沢さん。シロさんはもう体調はいいんだよね。ああ、俺が看病に専念しだしてから調子が良くなった。そろそろ退院してもいいって医者も言ってる。なら、退院したら井上旅館に来てくれ。それが条件だ。強々とした様子で俺を見た渋沢さんは、わかったと小さな声を落とした。渋沢さんと取引をしてから2週間後、今日向かうという連絡を彼からもらった俺は、カノンと一緒に玄関で2人を待っていた。タクシーから渋沢さんとシロさんが降りて、井上旅館ののれんをくぐった。ようこそ。わざわざお越しくださってありがとうございます。杖をつくシロさんをカノンが椅子に座らせて、靴を脱ぐのを手伝う。あなたはお上の娘さんかしら？お二人にそっくり。私、昔ここにお世話になったことがあってね。その時食べたアサリとひじきの混ぜご飯が忘れられなくて。そうなんですね。またご利用いただいて本当にありがとうございます。カノンとシロさんが和やかに会話している隙をついて、俺は渋沢さんを厨房に連れて行く。彼が置いていった和食コートと帽子を渡すと、渋沢さんはわけがわからないと言いたげな表情を浮かべた。シロさんの夕食はお前が作れ。でも僕はもうこの厨房に立つ資格は、俺もカノンも許可するから。レシピノートをめくって、アサリとひじきの混ぜご飯のページを開き、渋沢さんに見せた。ノートと俺を見た渋沢さんは腹をくくった様子でうなずく。今日はちゃんとレシピ通りに作るよ。でも、ちょっとだけいいかな。そう言って、とある提案をした渋沢さんに、俺は、それはいいと思う、と笑顔でうなずき返した。完成した夕食を俺と渋沢さんの二人でシロさんのところまで持って行った。まあ、アサリとひじきの混ぜご飯だわ。嬉しそうに顔をほころばせたシロさんは、綺麗な箸使いでそれを口に運ぶ。咀嚼して味わった彼女は、何かに気がついたように渋沢さんを見た。これ、ももきが作ったの？なんで気づいたの？レシピ通りに作ったのに。面食らった様子の渋沢さんに、シロさんはゆっくりと微笑んだ。確かに昔食べた味だわ。でも、少し塩を減らしてくれてる。薄味が私の好みだってことを知ってるのは、ももきだけよ。みるみるうちに、渋沢さんの目に涙が溜まっていく。そんな渋沢さんを、シロさんが愛おしそうに撫でた。シロさんが料理をすべて食した後、俺は彼女の前に進み出る。シロさん、お願いがあります。桃木さんをうちで改めて雇わせていただけないでしょうか。シロさんの介護をする時間もきちんと取らせますから。頭を下げた俺に渋沢さんが驚きの声を上げた。シロさんは顔を上げてくださいと俺の肩をそっと叩く。それから渋沢さんを見た。桃木、あなたはどう？ここでまた働きたい？渋沢さんは涙をこぼしてうなずいた。彼の趣向を確認した後、シロさんは再び俺に視線を戻す。たくさんご迷惑をかけた孫ですが、また雇っていただけるのであれば、ぜひお願いします。丁寧に頭を下げるシロさんに、俺は元気よく、こちらこそ、よろしくお願いします、
と返した。翌朝、帰る渋沢さんとシロさんを見送るため、俺とカノンは玄関へ出た。馬野さん、カノンさん、本当に僕、またここで働いていいんですか？あんなに迷惑をかけたのに。自信なさげな渋沢さんに、カノンがにっこりと笑いかける。もちろん。桃木さんが悪い人だったら、最初から雇ってないわ。そうだぞ、渋沢さん。カノンってば、意外と料理人の人選に厳しくてさ。そんなカノンが採用してたんだ。お前はいい腕を持ってる。二人で、井上旅館を料理で盛り立てていこうぜ。俺たちの言葉に、渋沢さんは胸を詰まらせたらしく、頭を深く下げた。この恩は絶対に忘れません。絶対に井上旅館をもっとお客さんの訪れる旅館にしてみせます。日本料理もきちんと勉強します。おう、その意気だ。和やかな空気が俺たちを包んだ。不意に渋沢さんが真面目な顔つきに戻る。そうだ、これ。渋沢さんは、カバンから USB を取り出した。なんだろうと首をかしげる。寺門に嫌がらせをしていた証拠のデータが、ここに入ってます。僕が、迷惑な客を装うように依頼したメールのやり取りとか、これで、僕の罪が晴れるとは思っていませんが、寺門の名誉回復に使えると思います。俺はそれをありがたく受け取ることにした。渋沢さんがくれた証拠を寺門の板長に渡した。すると、板長のつてでこのことがネット記事に載せられた。流行っていた店だっただけに、瞬く間にそれは炎上し、警察が出てくる事態にまでなった。結果、ペッシュシャトーは2号店だけではなく、本店までもが店を畳む結果になった。この件に関わったとして、渋沢さんも偽計業務妨害で罪を問われた。が、上司からのパワハラが原因であり、被害に遭った寺門や、俺が渋沢さんの罪は軽くしてほしいと頼んだため、懲役は免除されて罰金だけとなった。馬野、お前、寺門に戻ってこないか？ペッシュシャトーの店長に判決が下った後、寺門の板長がそう声をかけてくれた。が、俺は首を横に振る。すみません。俺は、井上旅館で働き続けたいんです。井上旅館のみんなが好きだから。そうか、とても惜しいが、馬野が選んだ道だ。応援しよう。寂しそうな笑みを浮かべる板長に、つんと鼻の奥が痛くなった。雪がひとひら、俺の目の前に落ちてくる。その時、背後から俺を呼ぶ声が聞こえてきた。ashitaくん。振り返ると、一台の車が止まっていて、後部座席からカノンが窓から手を振っていた。運転席には桃木がいる。板長に一礼して、俺は空いている助手席に乗り込んだ。後部座席には、カノンともう一人、シロさんが乗っていた。病院に行ってたばあちゃんを迎えに行ったところ、ついでに、明日も乗せていこうって話になって。うん、それで私もついてきたの。カノンがはしゃいでいるような声で、車を走らせ始めた桃木の言葉を引き継いだ。そんな彼女の様子にシロさんが小さく笑う。カノンさんは本当に明日さんが大好きなのね。え？どうしてそんな話になるんですか？だってわざわざ迎えに行くほどなんだもの。愛だわ。ニコニコと微笑むシロさんにカノンが顔を赤くする。誰もいなければ可愛いと言ってキスの一つでもするところなのに残念だ。それで、カノンさんと明日さんの挙式はいつだったかしら。3月だよ、ばあちゃん。会場は井上旅館。その日は、俺が腕によりをかけて料理と、それから、ウェディングケーキも作るから楽しみにしてろよ。桃木、ケーキなんか作れるのか？ええ、私の誕生日に毎年作ってくれるのよ。とっても美味しいの。わー、楽しみ。あ、ということは、うちの旅館で結婚式を挙げるってことができちゃうってこと？それは、いいアイデアだな、カノン。俺は寺門の板長からもらった言葉通り、いいと思ったことには積極的に取り組んできた。
そのために大変な思いをすることもあったが、俺が今働いている井上旅館は大繁盛していて、恋人のカノンとも、井上旅館の従業員みんなともいい関係を築けている。最高の人生を手に入れることができた。これからも俺はいいと思ったことをどんどん行っていこうと思う。そんな決意を胸に、助手席の窓から空を見上げる。ちらちらと舞う雪が、俺たちを祝福する花びらのように見えた。